こんにちは、投稿主のヨウムです。この動画では、ベートーベン弦楽四重奏曲第4番の解説をします。今回は四重奏の解説なのね。これまたインパクトがある曲ね。はい、この曲は当時の精神状態を表したかのように、ダークで衝動的な雰囲気が特徴です。一方で、初期作品のため、単性で聴きやすいです。ベートーベンの弦楽四重奏を初めて聴いたり、弾いたりする方には特におすすめです。それは楽しみね。それでは参りましょう。まずは、ベートーベンの人物像を簡単に紹介しましょう。ベートーベンは1770年から1827年に活躍しました。古典派とロマン派の間になりますが、今回の曲は古典派よりの時期になります。前半作品ってことね。出身地はドイツ。ハイドンなどをベースとするがっしりした作風が魅力です。また、ベートーベンは、難聴、耳の聞こえない作曲家として有名です。この難聴は、彼の作風にも強い影響を及ぼしています。では、この曲の時代背景をお話ししましょう。ちなみに今回は曲の中身を多く話したいので、ここの説明はサクッといきます。この曲が作られたのは1800年頃です。当時のベートーベンはデビューしてまだ数年だったため、ハイドンやモーツァルトなどの影響を強く受けていました。特に、少し前にハイドン本人から教えを受けており、ハイドンの曲を数百回も出社して研究したと言われています。すごいストイックなのね。これが彼の初期作品の聴きやすさの由来です。基本に忠実に作られたってことね。一方、この頃は、彼の難聴が急激に悪化した時期だと言われています。ベートーベンは1798年に難聴を自覚し、そこから2年で急激に悪化したのです。難聴が第4番に影響を与えたという証拠はありませんが、この第4番は初期作品の中で唯一の単調。さらに完成順でも初期作品で最後の曲なのです。少なくとも影響はあったと思われます。難聴が随分進行していた頃の曲ってことね。彼はもともと癇癪持ちの性格でしたが、この頃から、その悪癖もひどくなっていったと言われています。精神的にも不安定な時期だったのね。ポイントをまとめると、こうなります。ちなみに、偶然かどうかはわかりませんが、この曲の調整は、セイモール。日本語で言うと、破綻調です。破綻調は彼の代表作、運命、と同じ調整です。破綻調で作られた彼の作品は嵐のような曲が多く、彼の精神状態を表す重要な調整だと研究者の間で言われているのです。ではいよいよ、曲の中身に入りましょう。第一楽章。暗く疾走感のある楽章です。テーマのあらゆるところに、スフォルツァンド。とても強いアクセントを意味する記号が出てきます。ベートーベンはスフォルツァンドを比較的多く使う人ですが、初期作品でこれだけ使っているのはあまり見ません。これも迫力の要素になっているのね。すごく衝動的、心をつかまれるような曲調だわ。そうですね。ただ、暗い部分だけではなく、同じ主題を強調にしたものも出てきます。まるで、不安の中でも生きる意志が見えるようね。はい、暴走する単調と、光の見える長調。この交互に現れるテイストがとても印象的です。2楽章はスケルツォです。スケルツォはイタリア語で冗談という意味です。すごく軽やか。そうですね。人によっては舞踏会を連想したり、ひょっとしたら可愛いとも感じるかもしれません。そのためこの楽章は楽団によって全然違う演奏になります。今流れている音源はとても伸び伸びとしていますね。一方、ハーゲン四重奏団という私の大好きなチームがありますが、彼らの2楽章はものすごく速いです。いろいろな演奏を聴き比べるのも楽しそう。あと、この楽章は、フーガが特徴です。フーガは、簡単に言うと誰かが弾いたテーマを、別の人が繰り返し演奏することです。カエルの歌みたいな感じね。だいぶ雰囲気は違いますけどね。ベートーベンはこの後の室内楽曲でも、よくフーガ形式を用います。近いものだと、第7番、ラズモフスキー、がそうですね。彼のスタイルの先駆けがこの2楽章ってことね。3楽章はメヌエットです。
これも踊りのような雰囲気だけど、さっきと違ってとてもシリアスね。そうですね。この楽章の特徴は、再び執拗に現れるスフォルツァンドです。くどいほど出てくる。しかも、弱拍と言われる3拍目に書いてあります。とても強い意志を感じますね。じゃあ、3拍目が一番大事なの？そこは人によって分かれます。私は、スフォルツァンドは強いものとしながらも、あくまで中心は1拍目にあると考えています。なぜなら、この時代の音楽は1拍目が大正義だからです。この捉え方だけでも色々な演奏ができそうですね。4楽章はロンド形式です。この暗く疾走感のあるテーマを何度も回帰させています。合間には穏やかなフレーズが訪れますが、結局は暗い第一テーマに戻ってしまうのです。全体的に悲しい楽章なのね。そうですね。ただし、一番最後の数小節はなんと長調で終わるのです。この受け取り方は人によって違うと思います。最後はぜひご自身の耳で聞いてみてください。はじめにヨウムも言ってたけど、この曲は演奏者としてもおすすめなのよね？はい、とても楽しくて聞き映えする曲です。理由はいくつかあります。まず、なんといっても曲調がキャッチーなこと。1楽章だけでも観客の心を掴んでくれるでしょう。それから、難易度が程よいこと。難所はありますが、さほどいっぱいいっぱいにならない。ちょうど良い難易度の譜面ですね。ただ、ファーストはやや難しいので指に自信がある人向けですね。最後に、学びが多いことです。この曲はシンプルですが、とても勉強になります。古典派寄りでありながらも緩急に富み、低音の役割も豊富。そして、ハーモニーの難しい部分も程よくあります。このような、室内楽独特のバランス、合わせ方を学ぶのに、うってつけの曲だと思います。総じて言うと、ある程度の技術があれば、とても勉強になるおすすめの曲です。へえ、練習も楽しそうな曲ね。というわけで、エンディングです。ベートーベンって、第九や運命みたいな交響曲しか知らなかったけど、実は室内楽にも素敵な曲がたくさんあるのね。そうなんですよ。ベートーベンは室内楽へのこだわりもすごい人物だったのです。なので、機会があれば別の曲も紹介したいです。それでは解説はここまでとします。また動画を作った時は見ていただけると嬉しいです。今回のより詳しい内容はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。